ビフォーアフターみたいな感じで機械見つけてした次第でございます。やってよかったなと思いました。일단은 세안 먼저 부탁드려도 될까요? 세안 먼저 하고 다시 일로 오시면 돼요. こちらは同意書なんですけど、目の下の脂肪再配置は、当院でやってる手術の中で一番簡単な手術なので、特に注意事項というものがなくて、確かに1週間は腫れとかあざがあります。それは全然問題ないので、1週間経ったらなくなる感じで、先生ができるだけ対象になるように手術しますということと、結膜切開なので足は不要です。あと手術してから3歩ぐらいだったら全然大丈夫なんですけど、ジムに行って激しく運動したりするのは控えてくださいということと、お酒とタバコは1ヶ月間ダメですということです。これぐらいですかね。あと血圧が上がるようなコードとかは控えた方がいいですね。それで寝るときは、枕を心臓より高くして寝た方がいいらしくて、それもお願いします。お願いします。とりあえず今日予定されている手術が、この熊取り手術なんですね。でなんか正式な名称というか手術の名前はですね、眼下脂肪再配置っていうんですよ。でとりあえずですね、鏡見てもらうと、今気になってる部分ちょっと言ってみましょう。気になる部分です。多分これがなんか溝みたいな、溝がくぼくっていうのがとふっくらしてる部分ですよね。ここですね。そうです。ちょっと見ましょうか。そうまさにこのふっくらしてる部分が眼下脂肪なんですね。この脂肪が前の方にこう突き出してくるじゃないですか。どうですいつあたりから目立ってきました？いや、よくわかんないですか。最近は、太ったから減ってきたんですよ。で前は若い時ってもうちょっと10キロぐらい今からない時は割と目立って、今は割とあれなんですけど、前の方がすごかったんですよね。もうなんか体重がもっとあった頃の方がなかった頃の方が目立ってたってことです。じゃあもともと幼い頃から。そうです。幼い頃から若干ちょっと青っぽいのもあったんですけど、今はなんかそうですね。ちょっとこの溝が結構深い方なんで、脂肪が今ふっくらはしてるけど量自体が多いかってそうでもないんですよね。なんか人によっては本当にその時期にもよるんですけど、やらなくていいんじゃないかっていう先生がたまに日本ではいて。本当ですか。でもないし10キロぐらい痩せた時はもうすごかった。もうなんか疲れてるのっていうのがすごく言われてたことがあったので、それからそうですね。先生ぐらいみたいなしたい僕もしましたけど、手術したんですけど、ちょっと見ましょう。でさっき脂肪の量自体がそんなに大きくはないって言ったじゃないですか。ここですね。この脂肪でこの溝、涙溝ってそうですね、涙溝って言うんですけど、ここはね結構深いんですね今。でこの溝とふっくらしてる眼下脂肪を、そのさっき言った再配置っていう、いわゆる熊取り手術なんです。その熊取り手術で改善させるわけなんですよ、この2つの要素。ただこの脂肪の量がこの溝をカバーするにあたって量が足りてなかったらですね、脂肪移植を一緒にするんですね。だから今溝が結構深い方なので脂肪移植した方がいいですね、一緒に。で移植するってなったらですね、太ももの内側から、少量採取してですね、で太もものこの内股のこのラインですね、に沿ってすごい小さく切開を入れて、そこから取るんですよ、注射器で。注射器で取る。そうですね。正確に言うと注射器で取るというよりはカニューレって言って細長い棒があるんですよ。棒があってこってやるじゃそうですね。ないですか。それでこするようにして脂肪の細胞を採取して、それを生成してですね。機械から。そうですね。そうですよ。まさにそれです。
1分間で3000回ぐらい回す機械なんですよ。それで、分離させてですね、で脂肪の純粋な脂肪の細胞だけ採取して、それを移植するわけです。で移植するっていうのはこの溝の部分で、このふっくらした部分は下の方に脂肪を広げて固定して、ふっくらした部分は、そうですね、へこませるですね。ただそれを脱脂っていって、脂肪の取り除く除去ですね。脂肪を取り除いてしまうと、それで終えてしまうとですね、むしろもっと溝みたいになってしまうんですよ。目的は、そうですね、目標値はここが平らになることであって、溝がもっと深くなったり、このふっくらした部分が脂肪を取り除きすぎてへこみすぎたりするのは、そんなにいい姿ではないんですね。だから鏡見てもらうと、こういうふうにですね、ちょっとこうすっきりした平らになる感じが目標値だと思ってくれるんですね。ただそのよく見ると、ここちょっとこう赤みがあるじゃないですか、色。この色は変わんないんですよ。色は変わんないですよ。だから今ここにここはふっくらして、ここは溝があるから、ここに影ができてるじゃないですか。だからこの影を陰影をなくすから明るく見えるのであって、実際にその赤みがあるこの色が肌色になるわけではないんですよ。じゃあこの色は何かっていうと、この皮膚の下にある眼輪筋っていう筋肉があるんです。筋肉はもともと色があるじゃないですか。ちょっと赤いっぽい色があるじゃないですか。その色が皮膚が薄すぎるから透けて見えるわけなんです。この色自体は変えられないです。ただその脂肪の再配置をすることによって、さっき言ったその陰影がなくなるだけでも十分色が変わったような感じにはなりますね。この感じから結構変わりますね。そうですね。変わりますよ。だいぶ変わります。だいぶ変わりますね。あ、そうなんです。溝が結構深い方なので、こういう方は特に変化のその改善の幅が大きいです。あとなんか脂肪を注入する入れ歯って副作用的なものってどうなのかな。脂肪移植っていうそのテクニック自体が量が多くなると、例えばそのしこりみたいなのができたり、それともやっぱり何かを移植するので、自分の組織であっても、感染だとか炎症のリスクがないとは言えないんですけど、このそうですね、眼下脂肪の再配置をするときに移植する場合は量自体がそこまで多くないんですね。なのでそんなさっき言ったような副作用ほとんどないですね。可能性はもうほとんどないです。ゼロに近いですよ。ほとんどないです。何 cc ぐらいですか。そうです。1以下です。1以下。0.3 とか 0.4 です。そんなぐらい。そんなです。でも実際にその 0.3 とか4をこう出してみると、注射器を使って結構ふっくらした量になるんですよ。それをそのcc とかミリリットルに変えて表現したらすごい少なく感じられるけど、実際にそれを目で見てこう脂肪を移植してみると、ある程度の量はあります。でも逆に言えばそれが量が多すぎると、さっき言ったようなその副作用ができる可能性がやっぱり上がっちゃいます。だから必要な量だけ入れるという感じになります。その生着するのもですね、あまりにも過生着って言って生着の度が過ぎると、むしろこの溝がこう出っ張ってしまうんですね。なのでやっぱりそのさっき言った平らになるくらいだけ入れるということになります。でそのさっき言ったその、再配置ですね、手術は結膜をめくったらこう赤い粘膜のとこあるじゃないですか。ここを切開して、することになりますね。で手術自体は大体30分ぐらい、睡眠麻酔でやる手術で、局所麻酔も一緒になります。実際にその局所麻酔の時だけは、でもうすでに眠ってる状態ですけど、局所麻酔自体は、その注射器でやる麻酔がちょっとチクッとする痛みはありますね。でももう寝てるので自分では分からない、ご自身では分からない。30分ぐらい経ったらもうなんか意識ついたベッドで寝てる感じです。そうですね、それくらいですかね、手術に。あとここら辺の下の中、涙袋みたいなのこう、それは変わんない、消えたりはしないですね。ただ男の方でもあるし、涙袋は結構そうですね、厚い方ではないので、なんかこれがなくなるとちょっとなんか薄くなったのかなというか、ちょっとこうなん
なんていうんだろう、涙袋がなくなったのかなというふうに感じられるかもしれないんですけど、実際にその涙袋の部分を手術中に取り除いたりとか、その筋肉の部分をいじったりはしないので、涙袋はもともとの涙袋がそのまま維持されることになります。このクマ袋結構多い方ですか？量が多いというよりはやっぱりそうです、溝が深い、この涙溝が深いタイプですね。だから目立ってしまうタイプですね。いろんなタイプがあるんですよ。ここが深い方もいるし、ここはそんな深くないけど、この眼下脂肪自体がすごいふっくらしてる方もいるし、両方ある方もいます。すごいふっくらしてるけど溝もすごい深い方はやっぱり一番効果がいいですね。これってあれですか、永久的に1回したらもうそうなんだ？いや、半永久ですね。永久ではない。半永久なんですか？またできてくるって感じなんですか？そうですね。だからその眼下脂肪っていうのは結構思ったより眼球自体を支えてるので結構量が多いんですよ。で内側にすごいこもってるんですね。それが突出してくる理由っていうのは眼球が上からずっと押してくるから、この、重力によって押してくるからどんどん前の方にこう突き出してくる力が作用するんですけど、これをその防ぐのが角膜っていって、その眼下脂肪を包んでる膜みたいなのがあるんですよ。でこれが年を取ることによってどんどん弾力を失っていくんですね。だからこれ耐えられずにどんどんこう突き出してくるわけなんですよ。それを再配置っていうのはこの脂肪を下側に引っ張って広げて固定しながら、さっき言った角膜をもうちょっとこう張りがあるようなパンパンにするわけなんですよ。角膜強化っていう表現をするんです。そうするとこの押してくる力をある程度は防いでくるわけですよ。でもこれもやっぱり例えば10年くらい時間が経つと、ある程度時間が経つとどんどん弾力が失って割れていくので、また突き出してきますね。だから言えば老化を止めるのはできないんですけど、ある程度防ぐとか、突き出している脂肪を再配置して一回時間をなんかこう取り戻すとか、そういうことですね。若かった時代に取り戻してあげられるけど、それを永久的に老化を止めるのはできないです。じゃあまた同じぐらい出てくるって感じではある？時間が経てばですね。でもその時間って言っても結構な時間ですけどね。10年20年です。そうですね。10年くらい経てばもう一回手術した方がいいのかなっていう風な方々が現れます。再手術しに結構来るんですよ。いらっしゃるんですけど、大体聞いてみると10年以上前に再配置してましたっていう方が多いです。平均的な話ですけど、もちろん個人差はありますけどですね。わかりました。ありがとうございます。他にまた気になるのありますか？手術前に。そうですね。特には大丈夫ですか？はい。したらですね、これからデザインを、手術前のデザインをちょっとしますね。まず写真撮ってからデザインをしていきたいと思います。こちら側に水を用意してもらって、カメラ見てみましょう。はい、目一回つぶってみましょうか。はい、じゃあマジックでちょっとデザインしますね。目つぶってみましょう。目開けてみましょう。僕の眉間ぐらい見てください。では、じゃあ準備できたらですね、後ほど手術室でお会いします。すみません、始める前にもう一回挨拶してから、すみません、始める。はい、はい、手術が無事終わり10日後が経ちました。今こんな感じなんですけど、まだね完全に定着したわけじゃないので、ここからちょっと変わってくるんですけど、10日間この流れっていうのを写真の方にいろいろ収めたので、冒頭にもありました動画の解説とともに皆さんの方にシェアできればなと思っております。で、目のクマ取り手術なんですけど、僕は以前こちらですね、こんな感じでした。で、今はこんな感じなんですけど、クマがね結構ねずっと若い頃から気に入ってもらってはいてて、クマ取り手術っていうのはしたいなと思ったんですけど、やる機会っていうのがなかなかなくて、ちょっと機会を見つけてした次第でございます。で、今回のこのクマ取り手術なんですけど、韓国でねもちろんしてるんですけど、事前に日本から LINE で診断もできます。なので写真を送ってどんな手術、こういうふうにした方がいいだろうっていうのがあらかじめ
分かるので、自分で調べる時間もあるので安心していけるっていうのは非常に嬉しいところかなと思いますね。安心できるっていうのはこういうのすごく大事になってくるので、僕の場合はクマの脂肪を取って太ももから脂肪を入れるっていうね施術の内容だったんですけど、で人によって変わってくるらしいです。脂肪を取るだけでそのまま大丈夫だっていう人もいるんですけど、僕の場合はね先生と診断した通り、内容的にそんな形だったんですけど、で注意事項を聞くときにはこの2つのね脂肪を取らない場合はこういうふうにした方がいいって2種類ちゃんと教えてくれるので、非常に安心してここも信用して聞けるところかなと思います。こちらのねシートの方もあると思うんですけど、目のクマ取りの手術の後にこういうことをしてくださいってことを教えてくれます。運動していけないとか目をこすったりいけないとか、あとはね薬をもらうとか、お酒タバコは1ヶ月間ダメだったりとか、こういうところ注意事項をちゃんと教えてくれるっていうところになりますね。はい、でこの注意事項を教えてもらってから先生の方に会って診断するんですけど、でその前にこういうふうにね薬の方ももらうんですけど、薬をこちらのシートもらって薬を買いに行くって感じになりますね。はい、近くにあるのでそちらすぐ買えるんですけど、でこんな感じで僕の場合は 24,930 ウォンだったので、今円がねあんまよろしくないので、だいたい3000円ぐらいで収まるぐらいの金額かなと思います。でどんなものが入ってるかというと、こちらですね、薬、こちらの3つになります。こちらがこの金額になります。であとは事前に注意事項を聞く際にこういう目薬もちゃんといただけるので、こういうサービスですね。であとは脂肪取りの場合こちらですね、ちゃんとこのシートを貼ってシャワーもできるようになっております。はい、なのでこういうのもしっかりいただけるので安心できるかなと思いますね。でこちらですね。でこちらなんですけど、太もものね抜歯をするんですけど、だいたい1週間後ぐらいなんですけど、こちらいただけます。その抜歯する前にちゃんと精製水をこちらをつけてちょんちょんちょんってする感じなんですけど、僕の場合は2日に1回ぐらいしてたので、ちゃんとこちらを精製水をつけて乾かして先ほどのシートの方を貼るって感じになりますね。で太もものところを切るのもね本当1ミリぐらいなので、本当にどこを切ったのかわからないです。本当に僕も手術後にどこをしたか全然わからないですよ。痛くないのでね。はい、で実際に帰ってる際も全然どこをしたかっていうのがわからないぐらいなので、本当に少しになりますね。はい、でこちらがシャワーする際に貼るバンドなんですけど、こちらのバンドを貼ってシャワーがすぐできるようになりますね。で診断の方は16階の方でするんですけど、睡眠麻酔の施術の場所は5階にあるんですけど、こちら5階の方に行きます。でちなみに僕はね睡眠麻酔で行われたので、睡眠センターの場所なんですけど、こんな感じでちゃんとロッカーもあって、貴重品とか置いてちゃんと番号も打ってロックかけられるので非常に安心できる感じになりますね。こんな感じで入っていく感じなんですけど、こちらの奥の方に行くと右側の方にね施術する場所があるんですけど、こちらの方に順番を待って呼んでもらったら行くような感じになりますね。で実際に施術が行われて、僕の場合は気づいたら時間聞いたんですけど2時間経ってました。はい、なので2時間ぐらいで起きるっていう感じですね。睡眠麻酔だとね、施術自体は30分以内で終わる感じになります。でそこから、ちゃんとベッドに戻って気づいたらもう2時間後になってた感じになりますね。はい、でここまでが施術の流れになります。でちなみに痛かったかとか痛くなかったかなんですけど、この10日間含めて全く痛くなかったです。何も本当にどこも痛くなかった。施術するので痛いかなと思ったんですけど、睡眠麻酔もしてるっていうのもあるんですと思うんですけど、いや全く痛くなかったのが本当にびっくりしました。痛いとか痛くないとか多分個人差あると思うんですけど、そこら辺はねあると思います。でここから顔を全部ね10日間お見せしたいなと思います。で施術前はねこんな感じでデザイン先生にしてもらったんですけど、こんな感じで脂肪を取って脂肪を入れるっていう感じになりますね。こんな感じでも非常にクマがある状態じゃないですか。今こんな感じなんですけど、本当に全く違いますよね。手術後すぐがこんな感じになります。はい、ちょっと睡眠麻酔がねまた完全に抜けきってないので、目もねそんな感じだと思うんですけど、全然腫れてないじゃないですか。これ手術後なんですよ。2時間後なんですけどこんな感じになります。でこんな感じでテープをね貼っていただくんですけど、このテープが3日後に剥がしてくださいって感じですね。
で8時間後がこんな感じになります。まあ、8時間経っても全然晴れてないんですけど、はい、その日はねだいたい皆さん晴れないみたいです。まあ人によるのかな、個人差によると思うんですけど、だいたい3日後ぐらいに晴れるって方が多いってよく聞いてはいたんですけど、まあ、こんな感じでその8時間後も全然晴れてないです。で次が翌日の朝ですね。翌日の朝こんな感じになります。まあ、翌日の朝もね全然晴れてないんですけど、ちょっとなんか全体的に顔が晴れてる感はあるのかなと思うんですけど、まあ、見た目全然分からなくて、僕次の日も全然カフェに行ってたりしたので、はい、カフェに行ってパソコンとかしてたので全然生活には困らない感じの顔かなと思います。まあ、これも個人差によると思うんです。僕は全然平気でした。はい、で翌日の朝ねこんな感じで、その翌日の夜ですね。翌日の夜はこんな感じです。まあ、翌日の夜もね全然ですよね。まだ晴れてない感じですよね。はい、まあちょっとね脂肪を入れた感じの、まあ、赤いね注射の跡とかはあるんですけど、全然これではもう目立たない方かなと思います。で翌日の夜なんですけど、こんな感じで目から目やにみたいなのがちょっと出てくるようになってきて、まあ、これがね固まったりしてちょっと前がねちょっと見にくくなったりとか、まあ頻繁に取るとか、目薬をするみたいな感じだったんですけど、そうしないとちょっとね前が見にくい状態ではありました。なのでまあ翌日の夜は頻繁に綿棒とかでちょっと取ってたりしたんですけど、そんな感じでしたね。2日後の朝はこんな感じになります。もう2日後の朝からは目やにみたいのは一切出なかったです。ここからずっと。なので2日後の夜からちょっと出始めたぐらいだったので、まあ、そんなに僕は気にならなかったかなと思いましたね。で次が2日後の夜ですね。2日後の夜はこんな感じです。まあ2日後の夜もねこんな感じで、も完全にさっきの目やにみたいなのはもう出てこなかったんで気にならなかったんですけど、まあ、晴れも全然気にならない程度かなと僕は思うんですけど、まあ、ここら辺は個人差によるのかなと思うんですけど、まあ、全体的にちょっとふんわりむくんでるかなって感じはあると思うんですけど、あんまり気にならないかなって感じですね。で2日後の夜なんですけど、まあ、こうやって太ももが脂肪を取ったところがちょっとこんな感じで色が変わってきたんですけど、2日後の夜になって若干なんか気になるみたいな感じで見たらこんな感じになったので、それまではもう全然どこしたのかわからないぐらいだったので、ここから脂肪を取ったのねって感じでこんな感じでした。でちょっとねよく聞いたのは打撲な感じで痛いって言うんですけど、全然でした。僕は本当に打撲ってほどではなく、まあ、色が変わっててちょっと痛そうには見えるんですけど全く痛くないです。はい、こんな感じでも。はい、でした。まあ、これも多分個人差よるのかなと思うんですけど、なんか結構いろんなところで調べてると、まあ、打撲みたいな感じで痛い方もいたりとか、まあ、座ると痛いとか、僕は全くでしたね。全然カフェに行ってとか普通に歩いてたりとか全然気にならなかったので全然大丈夫でしたね。で3日後の朝がこんな感じになります。3日後の朝よく晴れるっていうねこういう言うんですけど、まあ、ちょっと若干目の上あたりとか腫れてきてるっていうかむくんでるのかどうなのかわかんないですけど、こんな感じになっておりますね。はい、目の下とかもちょっとむくんでる感じになってくるんですけど、まあ、こんな感じで3日後からテープを外せるんですよ。ここからですよね。で3日後のね夜ですね。はい、こんな感じになります。3日後の夜でもうだいぶクマがなくなってるっていうか、はい、こんな感じで、まあ、ちょっとね腫れてるむくんでるみたいな感じなんですけど、全くこの綺麗なクマがなくなって、ちょっとね紫がかった感じのあざはあるんですけど、ここら辺が効いてくれば完全に定着して終わりなのかなと思うんですけど、3日後の夜はこんな感じですね。で3日目の夜なんですけど、3日目の夜のね太ももねこんな感じで、もう太ももの色も、だいぶね先ほどの脂肪吸引したところのあざもほぼ色が1日で収まった感じですね。はい、でここから4日目の朝になります。で4日目の朝はこんな感じになります。はい、まあここら辺も目の下あたりがちょっと紫がかってるんですけど、若干腫れてるぐらいで痛みは全くないので問題なかったですね。で次が、4日目の夜になります。4日目の夜はこんな感じになります。もうここら辺になってくるとちょっとね紫がかったものが出てくる感じになっていますよね。腫れも引いてきてますよね。なのでナチュラルな状態に戻りつつある感じになってますよね。右の方が若干まだちゃんと定着してない感じがあるので、こんな感じで若干ちょっとクマが気になるかなって感じになってきてましたね。で4日目の太ももなんですけど、太もももう全くこんな感じでほぼ消えて
もう痛みも全くないんですけどねこれはね。はい、で5日目の朝ですね。で5日目の朝はこんな感じになります。こちらも4日目から5日目になって紫もちょっと増えてきた、紫あざみたいなのがね増えてきたんですけど、はい、まあ痛みとかも全然ないので全然支障なく生活できた感じなんですけど、あとクマの部分なんですけど、もうほぼ左目の方は出来上がってきてて、右はちょっとしこりがちょっと気になるかなっていう感じなんですけど、まあここら辺はちょっと経過処置を見ていくって、まだ5日目なのでね、はい、でこんな感じの5日目の朝ですね。はい、で5日目の夜がこんな感じになります。はい、こんな感じで、紫がかった感じもちょっと増えてきたのかな。でこんな感じになって、左はもうクマのところもすごく収まってきた感じですよね。左の方が回復がすごく早かったですね。右がこんな感じでちょっとしこりの部分はあるんですけど、ここら辺はまだ5日目の夜なのでちょっと経過を見ていきたいなと思っておりますね。はい、で6日目の朝になります。6日目の朝はこちらになります。はい、こんな感じでちょっと外なんですけどね、こちらももう本当に左の方はねかなりもう収まってきて、紫がかったところもほぼなくなって、ここら辺から全体的に紫がかったものがなくなってきてるかなって感じはあるんですけど、右のしこりの部分もちょっと減ってきましたね。はい、でこのまま経過を見ていきたいなと思っております。で6日目の夜ですよね。6日目の夜はこんな感じになります。人によるかと思うんですけど、その体調によってクマとか出る出ないっていうのがあると思うんですけど、ちょっとナチュラルな出方になってきてるので、はい、もうあざもねちょっと紫あざもなくなってきてますね。で6日目の夜なんですけど、6日目の夜ねこちらねちょっと腕の麻酔した針を入れたところがちょっとあざになってきて、これがね一番ねちょっとなんか痛いなって、あざになってるなっていう、ここが一番気になったぐらいだったので、はい。でここら辺の6日目の夜からはもうだんだんなくなってきたので、で7日目の朝ですね。7日目の朝こちらになります。もうかなり変わってきましたね。はい、あざもなくなってきて、はい、こんな感じになります。だいたいこんな感じになって定着していくのかなって感じを思っておりますね。で7日目の夜はこちらになります。7日目の夜、もうこれだいぶ右もなくなってきたんじゃないですかね。このちょっとふっくらしてる部分のところもなくなってきたと思うんですけど、左はもうかなり出来上がってきてる感があって、あとこの紫のところの目の下ところがなくなってくればすごく出来上がりかなと思ってるんですけど、8日目の朝です。8日目の朝、もうかなりもうこれ8日目の朝でもうかなりもういい感じになってきてるかなと思うんですけど、で8日目の夜になります。はい、こんな感じでちょっとね髪切ったんですけど、はい、8日目の夜はもうこんな感じで、もう本当にない感じですよね、クマね。8日目の夜もう一つねちょっとここら辺で入れておきたいんですけど、目のクマって上からねこうやって取ると目のクマって出やすいので、ちょっと上からの方もねここでちょっと入れてみました。こんな感じで上から取った感じがこんな感じになります。上から取ってもクマとか全然見えないと思うので、こんな感じで、あと体調によっても変わってくるのかなと思うんですけど、疲れとかね出やすい方とか特にそうだと思うんですけど、で9日目の朝はこちらになります。はい、で若干ね右はねちょっとねしこりみたいなまだ定着してない感じはあると思うので、ここら辺で9日の朝は経過処置の診断をしに行ったので先生に見てもらうんですけど、こちらの動画を見てください。後ろにかかってます。これまだむくみっていうのは取れてない感じですか？まだちょっとありますね。ここがなんかちょっとそうですね。これはどんどん拭いていきますね。心配しない。ここ痛くないですか？大丈夫ですか？別に。H ラでここむくみちょっと取れる注射します。むくみってのなくなってくるのかな。そうですね。目立つ。パッと見た時目立つむくみはだいたい2週間くらいかかるんですね。2週間くらいまではちょっとあります。こっちはだいぶそうです、引いてきます。こっちがちょっと。ちょっと近くしよう。大丈夫ですか？大事ですよ。で移植した脂肪っていうのは成着するまでいいです。で吸収される分
と装着される部分が時間が経つ以上にはっきりするまだその回復の過程にあって回復して定着するの大体どれぐらい？大体1ヶ月くらい経てばじゃあここれは定着したなっていう部分と吸収されたなっていう部分は大体分かる。それくらいは時間かかります。じゃあここから1ヶ月間ぐらいはちょっと見た目もちょっとそうですね、変わってきます。こっち側もじゃあもうちょっと変わってくる感じですか？こっち側は触ってみた感じ、ここは多分そんなに変わりはしません。ここはちょっと今しこりみたいな感じで見た目がここはちょっと変わりそうです。あとやっぱり色ですね。こっちとこっちからでこっちの方がやっぱり色がすごいそうですね。綺麗なのでカラー自体が濃い色で、そういう部分でもちょっと差はあります。左右を比べた時に色によって錯視と言いますかね、実際にへこんではなくてもへこんでるように見えるっていう部分は後々経過ある程度見た時にそういうふうに見える場合はあります。こういうのって AS する人いるんですよ。こんぐらいのやつで AS する場合もありますね。でやるとしても大体6ヶ月くらい経ってからですね。1ヶ月くらい見てで経過を見てである程度ちょっと見守ってみましょうかってなった時に3ヶ月目とかあるいは6ヶ月目に見てそこで判断します。結構手術した部位が落ち着いていくのに時間がかかる。大体定着されたら僕だと3ヶ月ぐらい見てれば大体結論が出て3ヶ月見たって時に例えばふっくらした部分が残ってるとかそういう部分があったらそのさっき言ったエースが入ることがありますね。稀にですね、ほとんどないですけどある場合もありますね。それは例えばそういう場合があります。再配置した脂肪が糸で固定をするんです。その糸が取れちゃったりする場合がある。そうすると平らになってた脂肪がまた戻ってしまったりする。それはもう一回衛生することがあります。そうですね。ここちょっとしこりがあるの気になりますけど、今注射打っておいたので、見守ってみれば大丈夫だと思います。そしたら来年いらっしゃったら、経過1回見に来てもらえますか。でもし例えばさっきここがまだ気になるとかそういうのがあったらLINE とかで相談してくださってもいいし、ですぐには多分いらっしゃるの難しいと思うので、だったらLINE の春あたりで例えばエースが必要だったらその時に十分来ますし、それが必要じゃなくても経過は見に来てもらえる。経過を見た方が良さそうですね。触ってみた感じでは一時的なしこりだと思うので脂肪移植したり。エースのまた同じようなことなんですか？手術。そうです。ほとんど家庭は一緒です。家庭は一緒なので期間。抜歯はしました。しました。ご苦労様です。ありがとうございます。もうシャワーとかも全然してもいいんですよ。そうです。もう普通に。はい。全くございました。目の方もすごい。終わりました。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうも。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね右のところに若干ちょっとしこりみたいのがあってまだ定着してなかったので脂肪がね、なのでそれを和らげるために注射を打っていただきました。で注射を打って9日目の夜なんですけどこちらになります。はい、でこんな感じで、ね、注射をね右を打ってもらったんですけどちょっとまだ定着してなかったのでむくみしこりを抑えましょうっていうので注射を打っていただきました。右だけね。はい、もうほぼ左は出来上がってるって言ってましたね。あとはちゃんと定着するまで時間がかかるのでとは言ってたんですけど1ヶ月から、3ヶ月ぐらい見てもらえればって言っておりましたね。こんな感じになります。右はね若干夜になったら注射打ってもらったので収まってきたかなって感じはあります。で10日目の朝になります。はい、でまさに今なんですけどね、先ほど撮った画像なんですけどこんな感じになります。ほぼ左側はもう出来上がってきて右はちょっと収まってきましたね。ここ
から1ヶ月から3ヶ月ぐらい見た方がいいかなって言ってたので、ちょっと経過を見てみましょうって言ってました。あと何か気になることとか経過のところであればLINE の方いただければすぐ対応しますのでとは言っていました。はい。で僕の場合は、このあざに関してなんですけど、あざはかなり少ない方みたいです。はい。皆さんどんな感じなのかと僕もちょっとわからないんですけど、僕もあざは自分なりにっていうか見ても全然少ないなとは思ったぐらいだったので、こんな感じになります。であと AS なんですけど、ケアね、その後の経過を見てちゃんとしっかり対応してくれるとは言っておりました。動画の中でも、先生お話ししてたと思うんですけど、でAS なんですけど、その脂肪を注入したら定着するまでだいたい1ヶ月ぐらいかかるって言ってて、あと3ヶ月か6ヶ月ぐらい見ないとちょっとまだわからないので、そこら辺で、AS でまた再手術する場合もあるとは言ってたんですけど、ほぼないって言ってましたね、今まででね。それぐらい安心できる手術の内容だとは言ってたんですけど、気になるのであればちゃんと対応いたしますみたいなことは言ってたので、僕もここから1ヶ月3ヶ月6ヶ月っていうのをちょっと見て気になるところがあれば、先生の方に相談できればなと思ってるんですけど、こんな感じでございます。でビフォーアフターみたいな感じでこんな感じなんですけど、いかがでしょうか。はい。でこんな感じ、10日目の朝でこんな感じでございます。はい、上から見てもどうですかね。こんな感じでクマとか、僕はすごくねやってよかったなと思って、ずっと気になってるところだったので、もうむしろコンプレックスみたいなところだったので、クマがすごく疲れてないのにクマが出て今日疲れてるっていうこと結構多かったりしてたので、こういう部分でちょっと僕はすごくやってよかったなと思いました。でまた10日目なので定着するまで1ヶ月3ヶ月6ヶ月とかあるので、ちょっとね経過を見ていきたいなと思っております。はい。であとTwitter とかこちらの YouTube の動画の方でも引き続き皆さんの方に経過っていうのをお伝えできればなと思っておりますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。はい、こんな感じでいかがだったでしょうか。ちょっとね長い動画になっちゃったんですけど、こちらの動画の方を参考にしていただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいなと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。